皆さんこんにちは、のばなです。金曜日の朝です。最近朝は氷点下が続いていてとても寒いのですが、この家は床暖ではないのでドイツの床暖がとても恋しいです。と言ってもドイツのように毎日グレーの空ではなく、眩しいほど太陽が出ているので、その点は本当にありがたいなと思っています。日本に住んでいると海外に行きたくなり、ドイツに住んでいると日本に帰りたくなり、アメリカに住んでいるとドイツや日本が恋しくなる。どこに行ってもないものねだりの連続だなと思います。皆さんは今どこに住んでいて、どこに住んでみたいと思いますか？よかったらコメントに書いてみてください。どこに住んでもプラス面もマイナス面もあるものですね。どの国に住むことになっても楽しむ心を忘れないようにしたいものです。定期的にタイルの掃除をしています。面倒ではありますが、お借りしている以上ちゃんと掃除はしないとですね。さて、今日は米粉のクッキーを焼きます。グルテンなしではありますが、多少砂糖は使っています。あれもこれも完璧に避けようとは思っていないので、楽しく美味しくいただくことを心がけています。ドイツはクリスマスマーケットが始まっているようですが、日本でも始まっているのでしょうか。昔、大阪の梅田のクリスマスマーケットに行ったことがあるのですが、東京や横浜のクリスマスマーケットにも行ってみたいです。グリューワイン一杯いくらするんでしょうか。今日はこの米粉のクッキーを焼いた後に初めてグリューワインを作ってみようと思います。近くに住むメキシコ人の友人がグリューワインを作るのに必要なすべてのスパイスを持っていたので、彼女からスパイスをもらって、赤ワインは私が購入して今日一緒に飲む予定です。米粉のクッキーですが、少し紅茶の葉も入れました。ほのかに香る紅茶の香りがたまりません。花粉症や腸の調子を悪くすると言われるグルテンはできるだけ取らないようにしたいものです。さて、ドイツスーパーリードルで赤ワインを買ってきました。ドイツでアルコールを買うときに年齢など聞かれることはなかったのですが、アメリカでは必ず身分証を見せないといけないのがちょっと面倒に感じます。なんせドイツは16歳からビール飲めちゃいますしね。高校1年生がビール飲めるってちょっと早すぎだと個人的には思いますが、皆さんももう16歳の頃にはお酒を飲んでいたのでしょうか。さて、グリューワインが美味しくなるように祈りながら、友人からもらったスパイスを入れていきます。シナモンの香りって冬って感じがしますよね。昔はシナモン苦手だったのですが、今はこの香りが本当に好きです。温度を高くしすぎるとアルコールが飛んでしまうので気をつけながら温めます。ちなみにこの温度計はステーキのためなのですが、きれいに洗って使います。ちょっと酸味が強すぎるので少し砂糖を追加します。これで一度味見してみます。
ケルンとドレスデンのクリスマスマーケットでグリューワインを飲んだ時のカップ、アメリカにちゃんと持ってきました。やっぱりグリューワインはグリューワインのカップで飲むのが美味しいですよね。ハノーファーのカップも買って持ってきたらよかったなぁなんて後悔しています。さて、サンクスギビングの日はスーパーマーケットが閉まるということでしたが、ここのスーパーだけは空いていたので、サンクスギビングの日に食べると言われる七面鳥を求めにやってきました。と言っても料理はしたくないので、すでにローストされているものが売られていると信じてきました。アメリカのスーパー、結構スタバが併設されているので危険です。すぐ買いたくなるのは完全にスタバ中毒ですね。今日はお寿司ではなくて七面鳥を求めてやってきました。ローストターキーは果たしてあるのでしょうか。残念ながらローストチキンだけが売られていました。ここはありがたくローストチキンを買っていこうと思います。パーティーをよくする国だからか、パーティーセットみたいなものもたくさん見かけます。そしてケーキの大きさも大きくて本当に見ていて楽しいです。これはハラペーニョ入りのコーンブレッドと書いてあります。マフィンのサイズも大きいですね。これ一つで結構お腹が膨れそうです。ドイツからアメリカに来てよく思うのが着色料の使用量についてです。多分ドイツの方が着色料の使用を禁止しているのか、あんまりカラフルなスイーツを見ないので、アメリカのスイーツを見るとびっくりします。チーズケーキ、まだアメリカに来て一度も食べていないので食べてみたいです。日本は添加物だらけだとコメントをいただくことがあるのですが、アメリカも結構の添加物を使っている気がします。皆さんは添加物には敏感ですか？ここにもまたチーズケーキがあります。チーズケーキファクトリーという有名なレストランがあるみたいなので、アメリカにいる間に一度は訪れてみたいです。近々娘の7歳の誕生日があるので、ろうそくを買っていきます。冬といえばこたつにみかんでしょうか。こたつに入りながらみかんを食べていた子供時代が懐かしいです。私は昭和生まれなのですが、今の時代が便利すぎて、昔はもっと不便ではありましたが、良い時代だったなぁなんて時々思ったりします。ここのスーパーも野菜の陳列が綺麗ですね。時々上からミストが出てくるので、その時はびっくりします。でもそのおかげで野菜の鮮度が保たれているようです。
ドイツではチョコレートをよく食べていましたが、それはドイツで売られているチョコレートが安いのに美味しかったからなんですよね。アメリカのチョコレート、正直高すぎます。セール品でやっと買えるというところでしょうか。ソーセージもドイツに負けないくらい種類豊富だと思います。ドイツのクリスマスイブに食べるソーセージ、美味しかったなぁなんて思う今日この頃です。卵はめちゃくちゃ高いものもありますが、私はだいたい3ドルくらいのものを選びます。ドイツでもそうでしたが、中身が割れていないか必ず確認します。ドイツのレジでは毎回焦りながら商品をエコバッグに詰めていましたが、ここアメリカでは袋に商品を入れてくれる店員さんがいてびっくりです。ありがとうございます。サンクスギビングデーです。お昼はチキン、夜もチキン。そしてプーテンじゃない。珍しい。ザクロ。息子に過剰派があって3本抜歯したり、娘の誕生日があったりと、なかなか忙しいサンクスギビングではありましたが、ご近所さんがターキーを焼いたからとお裾分けしてくれました。優しい人々に囲まれて、ここアメリカで過ごせることに感謝です。それでは今日も最後まで見てくださってありがとうございました。